おはようございます。私は今佐賀県伊万里市に来ております。2泊3日の佐賀県ドライブ旅、本日は2日目でございます。午後から雨予報だったんですけど、朝の7時17分で雨降っております。畜生。今日は伊万里市から、北西っていうんですかね、玄海町と唐津市をメインに回っていきます。唐津市メインですかね。で、海沿いをぐるっとこう観光していって、で今日の夜は、唐津市のホテルに泊まるっていう風に、スケジュール組んでおります。日本全国の旅行動画を配信中。チャンネル登録と高評価お願いします。ということで出発します。いや、まさかの雨っていうね。ただ伊万里が降ってるけど、目的地がですね、こっから40キロ、もう30キロとか40キロとか移動するので、そこのエリアだけ降ってないとかはありえるんで、海沿いの方はね、たまにそれがあるんですよね。市街地降ってるけど海沿いまで行くと止んでるとかあるんで、それにかけるしかないですかね。今朝の7時半でこの交通量です。もう非常に快適ですね。伊万里から北に北上していくので、渋滞はほぼ皆無かなと思います。天気はね恵まれなかったんですけど、でもこの川沿いの景色とかめっちゃいいね。この伊万里川沿いがなんか遊歩道になってるんですよね。フラワーネックレスって書いてあるわ。花の散歩道。花が綺麗に咲いてる季節とかだったら、この川沿いを散歩してるだけでもめちゃくちゃ眺めが良さそうですね。そしてここは何号だ、204号。右手には美しい田園風景が広がっております。いやー、のどかですね。すいすい快適ドライブでございます。しかもこのくらいの雨だったら、ちょっと晴れてないとね、光が入ってこないんで映像は映えないかもしれないんですけど、観光自体は風がそんなになければ大丈夫かなっていうあれですね。ちょっとあれから、少し進んだんですけど、伊万里出発だから朝もスイスイですわとか言ってね、渋滞皆無ですわとか言ってたんですけど、めっちゃ渋滞しますね。むしろ車止まっちゃってるんで、もう全然進まないくらいのレベルで渋滞してますね。とりあえず朝一行くのは西側から回っていくので、そっちの西にそれてしまえば空いてるとは思うんですけど、これなかなかやばいですね。スケジュールのね、移動時間ちょっとミスりましたね。結構時間かかるんですよね。この伊万里から第一チェックポイントまでが30キロくらいなんですけど、なんか1時間かかるっぽいですね。あれか、長崎県ともね隣接してるエリアなんで、左ずっと行くと、西の方行くとあれか、平戸方面、松浦平戸方面。ここの交差点は黒潮。後ろの車はみんな左に行ってますね。ってことはここからちょっとすくんじゃないですかね。伊万里駅あたりから、204号バーって行って、この黒潮交差点らへんまでがめちゃめちゃ車が詰まるって感じですかね、渋滞。そして海沿いに出ました。佐賀のね、この玄界灘っていうんですか、この玄界エリアの海沿いの雰囲気もねめちゃめちゃいいんですよ。こっから車線が2車線なんだね。2車線になるけど危ない。これは左折レーンじゃないか。危ない危ない。割と道細めでカーブと坂がね続いていきます。ただ道は空いてきたね、だいぶ。すごい、この辺も桜結構ありますね。唐津といえば海沿いまで来た呼子大橋だったっけな、名前。あの辺のエリアがイカの活き作りが名物というか、イカ提供してるお店めっちゃあるんですよ。で、朝市とかもあって結構早い時間からやってたんですよ、確か。呼子朝市も悩んだんですけど、ちょっと伊万里宿泊だったんで、到着する頃には朝じゃないしなっていう、フラッと見るのはいいかなと思ってるんですけど。で、イカの活き作りとか、生でね食べるんだったら、前回そのイカの活き作り定食食べてうまいなと思った店があったので、無難に今回も同じ店で食べようかなとは思ってます。そしてあれから何キロか進んで橋が見えてきたっすね。これ左行くとあれか、長崎県かな、福島大橋。この辺は長崎県と佐賀県の境目、県境あたりなのかね。左行くと福島で、これをまっすぐ進んでいきます。第1チェックポイントまではあと20キロでございます。意外と遠いね。まだまだあったわ。まだ3分の1ちょいしか進んでない。さあ、道の駅ないね。なんか意外とこの国道沿いとかさ、道の駅ちらほらありそうな雰囲気はあるんですけど、そういえば道の駅ないね。山道登っていきます。
ただ道は空いてるので運転はめちゃくちゃ快適。なんこれ椅子？これは設置されてる、あの椅子は設置されてるわけじゃなくて放置されてるってこと？そしてここから唐津市に入ったそうです。住所的に多分一旦ここで唐津市に入って、次のねチェックポイントは唐津市じゃなくて玄海町だった気がするんですよね。結構高い位置まで登っていきますね。でこれでまた204号に戻るんだ。204号に戻るんだったらずっと204号で良かった説もあるけどね。おー、すごい、海が見えてきた。いや絶景ですね。ここにも大きな桜が咲いてます。フォトスポット&パーキングの看板が見えてきました。この橋渡って登ったところにあるんですよね。これが駐車場か。でこっから歩いても近いのかな。駐車場2個あるんですよね。微妙に雨は降ってますが、傘持ってきてるんでね、とりあえず行きますか。ということで到着しました。本日第1チェックポイント、浜の浦の棚田でございます。佐賀県玄海町にあります。さっき一瞬だけね唐津市入ったんですけど、いつの間にか玄海町。浜の浦の地名は休憩者になっている海岸、緩やかな丘、入り江にある集落ということで名付けられています。浜の浦海岸に流れ込む延長 1.5km の浜の浦川によって形成された浸食谷っていうのかな。面積 11.5 ヘクタールの中に大小283枚の田んぼが連なっております。でこの駐車場からちょっと歩くんですよね。今の時期だとまたちょっと色が違うね。前回来た時は緑だったっけな。でもね、雨でしか見られない景色もあるから。の雨来た。ここも恋人の聖地。夕日の時間に来るのもね良さそうだよね。さすがに雨だし誰もいないね。朝の8時半から観光してる観光客なんかほぼほぼいないか。朝市とかこの食べ物系はね朝早くから人いるのは見たことあるけど、こういうビュースポットで人いるのはほとんど見たことないな。一人旅とかでのんびり観光したい人はもう早起き一択ですね。ただ通勤ラッシュの渋滞にはまる可能性はあるけど、でも思ったより寒いな。階段を2回下ると展望台ですね。こっからも綺麗だね。こちらが浜の浦の棚田でございます。いやー来たね。前回の長崎旅行で見た雲仙のね、雲仙市の棚畑展望台もすごかったですけど、ここもまた独特。すごいね、なんか彫刻みたいな。でパッと見ここに椅子と屋根がある、ラッキーと思ったらまさかの屋根じゃなかった。屋根じゃないんかい。いやこれが屋根だったら結構良かった。ライブカメラ撮影中。どこにカメラついてんだろう。やばい、これ今この瞬間に俺映ってるかな。このライブカメラは1時間おきに撮影されホームページに掲載されます。すごいね。この鐘もありますね。メッセージプレート100円。ガチャガチャもある。ここ屋根じゃん。ここは屋根になってるわ。ガチャガチャ式の100円のおみくじもあります。恋みくじ。なんかパンフレットとかもあるっすね。いやーすごいマジで。平日の朝プラス雨ということもありね、景色独り占めでした。幸せの鐘的なのがあります。恋人の聖地。めっちゃ響く。雨が強くなってきてしまった。そして次の場所に向かいます。天気変わったのかな。天気予報と違うぞ。雨が強いぞ。なんかね、夕方前くらいから雨だったんですけどね、元々の予報は。びっくりした。なんこれ、守くん、宮古島の守くん的な。めっちゃびっくりしたわ。雨だと余計リアルだからさ。でこの橋からの眺めもめっちゃいいんですよ。前回来た時は確かこの橋から記念撮影した気がするわ。雨が強いけどちょっと寄り道しますかね。よいしょ。ちょっと雨がやばすぎるんで iPhone で。前回は確か晴れだったのか。やばい、奥の方真っ白すぎて全然見えん。でもこの辺とか海綺麗だわ。すごい哀愁漂ってる。やば
でこっち側風やばい。想像以上に雨がえげつないので、もう少し行くと道の駅があるので、一旦道の駅で休憩しますかね。よいしょ。桃山天下市っていうのかな。よいしょということでちょっと休憩だ。あ、てかこっちに物産館あった。ちなみに水産物直売所は閉店しており、テナント募集中だそうです。ということで休憩タイム終了。呼子直送みたいな感じでイカのマークが書いてあったんですけど、まだ早い時間からなのか曜日の関係かわからないですけど、なかったっすね。イカあったら食べようと思ったんですけど、ただ次波戸岬向かうんですけど、波戸岬の駐車場の横かな、手前にサザエのつぼ焼きとかイカ焼きとか食べられるお店があって、焼いてくれるのか自分で焼くのか、そこが営業してれば、食べようかなっていう。ここからあと3キロちょっと、この突き当たりかな。駐車場がね2つあるんですよね確か。ここのお店がやってればつぼ焼きできるんですけど、やってる？やってんねー。到着しました。こうやって見ると結構すごい場所にありますよね。唐津駅からだと20キロ離れております。ここでサザエのつぼ焼きとイカ焼きをいただきます。お値段はそれぞれ800円でございます。カウンター席スタイルでお店の人が焼いてくれます。席の上には串や千枚通し、マヨネーズ、レモン汁、一味唐辛子などがあります。提供が早く、屋台感覚でサクッと食べられるのと雰囲気も良かったです。あとお店の人がねとても気さくで話しやすかったです。あとサザエが思ったより熱々でね、貝殻持ちながらね取り出すのがめっちゃ難しかったです。気づかないうちに口から噴射してました。そしてお店の人におすすめされてマヨネーズと一味唐辛子でいただきます。これがめちゃくちゃうまかったですね。サザエのつぼ焼きが名物みたいな感じらしいんですけど、個人的にはイカがめちゃくちゃうまかったです。そしてサザエはこんな感じでございます。味に関しては大人な味というかね、好みが分かれるかなと思いました。個人的には美味しかったですね。ということで美味しいサザエとイカ焼きも食べたことだし、波戸岬の端っこまで歩きます。そう、ここは海水浴場になってんのか。ちょっと雨弱まったんで、若干寒いけど気合で端っこまで行きますか。そしてこのビーチがめちゃめちゃ綺麗。今が、ここか。この駐車場にいて、でまっすぐ進んで右に行くと、展望塔で、左に行って一番先まで行くと三崎神社があります。ちょっと雨も降ってますし、一旦海中展望塔行きますかね。奥にあるのが展望塔です。風が強い。年中無休なんだ。料金大人1000円。まあまあする。1000円もすんの？結構広いのかな。ここだけ見るとさ、すごい狭そうに見えるんですけどね。どんな感じなんだろう。雨でも海の中はそんな関係ないのかな。いや、イカが思ったよりうまかったな。そして少し進むとこんな感じで草原が広がっております。で右が、海中展望塔で、左奥進んでいくと端っこの方に神社があります。統計129度51分、北緯33度33分、波戸岬。風やばい。風やばいぞ。風がえぐい。映画のワンシーンみたいになってるわ。意識朦朧としてる映画のワンシーンみたいになってるわ。えぐすぎる。階段を下った先には窓がいくつかあり、想像の10倍以上の魚たちがいました。こんな近くにね、普通にいっぱいいるとは思わなかったです。なんかずっと一人でいるとちょっと怖いんでね、そろそろ地上に出ます。誰もいない。いや、さっきの橋やばいと思ったけど、こっちもやばいね。この遮るものがないから。いやー、過酷な旅だ。こういう過酷な経験もね、やっぱ旅行の醍醐味ですね。
ただのド M 一人旅みたいになってるけど、恋人の聖地波戸岬はハート岬である、心とは愛である。なるほど。いやマジで風やばい。音がやばいね。ヘリコプターみたいな音してるわ。見えてきた岬神社。端っこの雰囲気がね結構いいんですよ。こうやって持つしかないもん、横に持って。この花が咲いてるのが逆になんか哀愁漂ってるわ。ここちょっと風穏やかだわ。この左がさ、この風向き的にちょっとここはラッキーゾーンだ。懐かしい。約2年前だっけ。まだ登録者が1000人くらいですかね。1000人か2000人くらいの時に来たのかな。いやおかげさまでね、あの時からプラスで3万人くらい増えましたね。ありがとうございます。何あれ、めっちゃでかい鳥がいる。あまりの強風に休憩してんのかな。これが岬神社。たくさん石が乗っかっております。すごいね。どうやって乗せるんだろうこれ。でこっちのずっと奥の方に壱岐島があるんですよ。うっすらーと影が。この手前にある島はまた別の島で、その奥にうっすらーと広がっているのが壱岐島です。住所的には長崎県なんですけど、佐賀県のね、こっからのが直線距離は近いんじゃないかな。やばい、こっちがまた風が強いわ。ラストスパート。すごい、世界の果て。まるで世界の果てのような景色。この緑とさ、このグレーのさ、すごいね、この境界線が天国と地獄の境目みたいになってるわ。あの世とこの世の中間。何この植物、なんか珍しくない？これなんか珍しい草が生えてます。こんなの生えてたっけ？何この色。なんかここだけ見るとなんか海外みたい。到着しました。いやすごいね。ここもちょっと異世界感漂うね。到着しました。波戸岬からチャンネル登録と高評価お願いします。で灯台はここにあります。前回来た時はこのね海沿いの遊歩道から進んでったんですよね。ということでありがとう波戸岬。ちょっと空が晴れてきたね。いやー風やばかったけどなんだかんだ来てしまえば楽しい。それが旅行だ。アトラクション感覚でねよかったね。冬じゃないからね。次は、前回行った時に呼子大橋の手前の遊歩道とかを歩いたりしたんですけど、そもそも橋を渡ってその奥にある島に行ってなかったんですよね。ちょっと橋を渡ってねどんな感じなのかっていうのをドライブしていきます。そして唐津市呼子町に入りました。でこの橋、これは名古屋大橋というそうです。この名古屋大橋渡ってからの左に入っていって呼子大橋でございます。からのイカの活き作り定食、美味しいお店があるんですけど、電話したらねイカの仕入れがちょっと何時になるか分かんなくて、ちょっといつもより遅れてるらしいので、いつもだったら11時とかに提供できるらしいんですけど、今日は11時半くらいになるかもって言ってたので、じゃあその時間に合わせて予約できますかねって言ったら予約できましたので、11時半に新鮮なイカの定食を食べに行きます。でその前に、呼子大橋を渡ってジェットコースターの道ドライブしてみます。でこの呼子大橋付近にも飲食店めっちゃあるんですよ。ここもそうだよね。イカ活き作り発祥の店。すごい、まだ桜が残ってるね。で遊歩道を散歩したい方はこれですね、この左にある駐車場に停めて、でその奥からね下っていきます。前回来た時もねたまたま発見して歩いたんですけど、行けるかな。工事してるこの下なんですけどね。そして呼子大橋渡ります。なんだかんだ人生初かも。前回は確かね渡ってないんですよ橋。ちょっと雨も止んできていい感じですね。でこれ渡ると何島って言うんだろう。なんかあれに似てる。平戸大橋を渡った時になんか近い雰囲気を感じるわ。やっぱこういう橋を渡るとなんか旅してる感が増していいね。
からのもうちょっと先に行くとジェットコースターの道があるそうです。壁島というそうです。結構登るね。ジェットコースターの道ってことはこれあれか、手前でここで一気に登ってってからの下るってこと。結構登りますね。なんかいるんだけど、何あれ、クマ？いやクマなわけないよね。イノシシ？違う、何あれ、タヌキ？アライグマ？なんかかわいい。逃げちゃった。逃げれない。フェンスがあって逃げれないんだ。ごめんよ。てか俺これ違う道来ちゃったね。全然動かなかったからさ、一瞬何かと思ったわ。なんかぬいぐるみがさ置かれてんのかと思ったら、展望公園もあるんだ。風の見える丘公園。Google マップだとこの辺のはず。すごーい。思ったよりすごかった。ちょっと記念撮影しとこう。すごい。なんかね、カーブ曲がった瞬間すぐこの景色が目に入ってきた。結構すごい。思った以上にまっすぐだね。めっちゃまっすぐだった。下り坂っていうか、一回下ってからの登るって感じか。じゃあ一番あっちまで行ってからこっちに来る時の角度の方がすごいかもしれん。ジェットコースターの道当たります。一回下っちゃうとちょっとさっきの道の迫力は見えないですね。多分一番上まで登んないとあれか。やっぱ遠くから見た方がやっぱ傾斜がすごいですね。すごいね。なんか通行止めがあるらしいですね。展望台エリアがなんか通行止めがあるらしいです。すごい。こっち側から見てもね、結構すごいね。こっち側から見るとめちゃくちゃ長い上り坂っぽく見えますね。まさにこんなところあったんだ。なんでここのさ、島の一部分というか、なんでここだけこういう作りにしたんだろうね。ちょっと舐めてたけど、思った以上にこの肉眼で見るとなんかすごい。お昼ご飯のお店に向かいます。楽しみだ。からの佐賀百景第1位呼子大橋。ここ駐車場あるんですけど、ここに止めて歩いて橋行くってことかな。こっからなんか道があるわけではないのか。展望台ではなかったっすね。ということで呼子大橋渡ってお昼ご飯のお店行きやす。もっとね晴れてればね、風の見える展望台だっけ、風の見える丘公園か、そこもちょっと気になったけど。どれだ、これか。これか。到着しました。前回の佐賀旅行でも訪れた魚テルさんでいただきます。そして注文したのはイカの活け作り定食だけだったんですけど、サービスでアジの刺身と魚ロッケをいただきました。これがサービスってめっちゃ良くないですか。いや、雨の中諦めず観光してよかったです。しかもこれめちゃくちゃうまかったです。刺身も美味しかったんですけど、この魚ロッケが想像以上に風味豊かで美味しかったです。そしてイカが到着しました。めっちゃうまそう。ちなみに店員さんに聞いたところ、イカが2杯なのはグラム数で提供しているからだそうです。時期によって取れるイカのサイズが違うので、それに応じて変わるみたいです。久しぶりにイカ食べたんですけどね、やっぱここのイカはうまいっすね。歯ごたえもね、この甘みもね、ちょうどいいです。そしてイカの刺身を食べ終わった後は残りの部分を天ぷらにしてもらいます。こういうねエンタメ感というかね、こういうのを楽しめるのもこのお店の魅力でございます。何よりお昼の時間帯でも一人でも予約できるっていうのがもうほんと最高でしたね。予約ができず店頭に並ぶタイプのお店はね、もうすっかり行かなくなってしまいました。ということで魚テルさんでした。そしてイカを食べてる間に雨が止んできましたね。ついでにここでコーヒー買おう。からのご飯食べてる間に雨が止んだので、めちゃくちゃ薄暗いんですけど雨は止んだので、呼子大橋の下のね遊歩道があるので、食後の運動がてら散歩しようかなと思います。工事で入れないんですかね。到着。この呼子大橋の下に遊歩道が続いてるんですけど、なんか工事現場のね駐車場になっちゃっててね、多分立ち入り禁止なんですよね。一応なんかね物理的には行けるじゃ行ける、でも無理なのか。でも立ち入り禁止ってなってたんですよね。まさかの遊歩道に行けなかった。呼子大橋。そして、次のスポットに向かっておりますが、まさかのこのタイミングでまた雨が降ってきてしまいました。
チクショー。これ左入っていくと呼子朝市、ここが朝市通り、呼子朝市。とか意外とやってんのかな。飲食店とかなんかめっちゃ車止まってたわ。お店とかはやってるけど、だから屋台っていうかさ、ずらーって並んでるようなのはないのかな。日本三大朝市、あれか、今のところ左入ってって駐車場止めて歩いてくみたいな感じなんですかね。イケスレストランね。なんか思ったよりあれですね、なんか道路が広くて車でパーって通れますね。でもやってないよねこの時間多分。でも雰囲気がいい、めっちゃ。こうなんか港町感があっていいですね。でも車で来やすいですね。道もそんな狭くなかったし、駐車場も何箇所かあって飲食店もあったんで。次の目的地まで6キロですが、雨が降ってきて強くなりそうだなまた。で次の観光スポットも結構歩くんだよな。往復で30分は歩いた気がする。着いた時の天気次第ですね、奥まで行くかどうかは。そして次の目的地、看板見えてきました。次の目的地は七津釜でございます。ここ入っていって 2.1 キロで目的地でございます。でこっからがなんかちょっとね道が狭かった気がするんですよね。道が狭いというか、前回行った時は草がめっちゃ伸びてて道幅塞いじゃっててね、狭いところがあった気がするんですよ最後の方。でも道に関しては、看板の通り進めばずっとこんな感じで、対向車の心配はないくらい道幅あるし、平日だったらそもそも車いないっすね。今のところ0台。対向車いた。やばい、ここ草が出てる。おーい、ここは草刈られてなかったんかい。しかも草が飛び出てるとこに限って対向車来るっていうね。でこれが駐車場だよね。ということで気合で歩きますか。傘で行けるかな。船は4月中旬から11月上旬なんだな。幸丸は来年のゴールデンウィークから出港いたします。じゃあしばらくやんないんだもん。車でちょっと待機してたら雨が止みました。今のうちに進もう。七津釜。前回はまっすぐ行ってこの展望所、七津釜の展望所だけ行って帰ってきたんですよね。こっちにもいろいろあるのか。メガネ岩と、あと象の花。ただここの展望所からも象の花は見れるので、雨が降んなければメガネ岩も見ようかなって感じですね。いやーマジで雨止んだのでかい。持ってるわ。こっから10分15分かな。で前回来た時は、前回の佐賀旅行はね9月だっけな、9月終わりか10月で、スズメバチがいたんですよ。めっちゃなんか蜂に追っかけられたな。3日間連続で蜂に追っかけられたんですけど、今は4月なんでこの時期は安全です。虫の心配はない。そして広場に出ました。やばい、降ってきた。ここにすごい、この瞬間に降ってきたわ。危な。やばい、スコールみたいに降ってきた。でこの奥に行くと展望台があります。すごい、柱状節理でこっちを進んでいきます。うわーまた降ってきた。マジか。やばいやばいやばい。でこの突き当たりに展望台があります。さっき看板に書いてあった象の花がこの奥のやつですね。すごい世界の果て感があるわ。しかもちょっと雨やんだ。すごいね、水平線がまっすぐ。よいしょ。でここが七津釜。すごい、暗いけど、結構青いですね。意外と思ったより青い。これが七津釜。素晴らしい景色だ。七津釜。やばいやばいやばい。柱状節理に洞窟がいくつも並列し、自然の神秘を感じさせてくれます。国の天然記念物に指定されている七津釜は、玄武岩が玄界灘の荒波にさらされ浸食されてできた景勝地で、最大の穴で間口が3メートル、奥行きが110メートル、
波の状況が良ければ遊覧船で中に入ることができます。これもすごいね。確かに象みたい。でぐるーっと来て今ここにいます。でこの鳥居の先にメガネ岩があるそうです。なんこれ、こっちは多分違うよね。道が3つに分かれた。看板に何も書いてない。こっちがメガネ岩で合ってるのかどうか。なんか険しくね。でもここはでも木があるから雨と風は多少弱まってるけど、よかった。近くて。こっちは人生で初めて来ました。晴れの時に来ないで逆に雨の時に来るっていうね。前回はちょっとね、蜂に追っかけられてね、メンタルがやられてすぐに駐車場に帰ってしまったんで、雨の方がマシっていうね。来たメガネ岩。すごい。長い年月をかけて海の波や風が岩を削り、自然が作り出したユニークな形の岩です。岩に穴が開いて水面とつながっていることからメガネ岩と呼ばれています。七つ釜の海食地形を象徴する存在です。海食地形とは波の力によって海岸の岩や土地が削られてできる地形のことです。それがこちら。これあれだね、結構ズームしないと見えないかもね。すごい。肉眼で見た方がいいなこれは。あれ、遊覧船欠航って書いてあったけど、あれは遊覧船ではないのか。なんかめっちゃ速くない？まっすぐとこっちに向かってきております。遊覧船っぽいよね。このなんか一本だけ木が生えてるのもなんかすごいね。こうやって見るとすごいね。運転テクニック半端なくね。思ったより雨と風が強くなってしまいましたがね、ここまで無事に来れてよかったです。ということで七つ釜でした。いやー、雨風ちょいちょいやばかったけど、無事に展望台までたどり着けてよかったです。結構歩いたから汗かいた。いい運動だったわ。食後の運動にもってこいですわ。からの次は、一気にですね、唐津市街地方面に向かいます。こっから16キロで、今夜のホテルは、唐津駅の近くのホテル泊まるので、近くに温泉、サウナ付きのね温泉があるので、そこ日帰り入浴入ってからホテルチェックインにしようかなと思ってます。ちょっと雨で濡れたんでね、サウナ温泉入ってから、夜ご飯の方がいいかな。このぐらいの雨だったら全然観光は大丈夫でしたね。風やばいけど、髪の毛乱れて服もちょっと濡れるけど、旅行の時はね基本的に汚れてもいい服装とかで来てるんで、道は全部遊歩道も整備されてたんで、滑るような場所はなかったっすね。海沿いロードを走っております。ここもね眺めがいい。なんだっけ、前回あれ観光したな、上立岩だっけ。めっちゃでかい岩があるんですけど、遠くの方にこっから見えますね。やばい、なんかめっちゃ鼻くしゃみが、アレルギーの薬が切れたかもしれん。鼻やばい。これはなんだ、なんとか里ヶ浜、幸田が里ヶ浜。ビーチめっちゃ綺麗だったな。なんて読むんだろう。幸に田に里にヶ浜、海水浴場ってことか。そして、これまっすぐで唐津市街でございます。急に栄えてきましたね。交通量も増えてきました。そして目的地まであと1キロを切りました。次の目的地は唐津城でございます。ちょっと日が差してきたな。室内施設を観光するときに限って雨が止むという。でこの辺からも市街地ですかね。すごい、この川の雰囲気と桜がめっちゃいい感じだったね。そして唐津城見えてきました。前回来た時はねこの辺通ってないんですよね、そういえば。で唐津城の駐車場はこれっぽいですね。めちゃくちゃ立派な駐車場だ。広いね。しかも桜もすごい。こういう感じなんだね。じゃあ結構混んでんのかな。到着。すごい、こんな地下道があるんだ。
唐津城へは地下道で、道路横断は危険です。地下道をお通りください。すごい知んなかった。ここで入場料は500円で、エレベーターが100円。エレベーターで行きますか。結論、試しにエレベーターで行ったんですけど、駐車場から行くんだったら普通にこの階段登っていった方がいいなと思いましたね。みんな階段で行ってたわ。何組かいたんですけど、エレベーターで向かおうとしてんの俺だけっていう、ちょっと気まずいな。でも正面階段だと231段なんだ。意外と歩いてもすぐ着くのかな。でもちょっと日が差してきて景色良さそうだ。なんかまだ桜も良さそうですね。ということで出発。やばい、まさかのエレベーター使うの俺しかいなかった。1分間登るらしいですね。すごい斜めに動いてます、壁が。なんか新鮮な光景、なんか怖いね。なんか斜めに1分間登っていくそうです。歩いても階段5分くらいで済むらしいですね。でこれ帰りも100円か。片道100円ってことか。雨が降ってればね、帰りもエレベーターとかでもいいんじゃないかね。結構登ってきたね。すごい。ちょっと天気が良くなってきたぞ。こっちの方はちょっと晴れてきたね。素晴らしい景色だ。すごい、こういう感じなんだね。正面にあるのが休憩どころで、こっちが天守。唐津城は1階から5階まであり、5階が展望フロアになっております。2階と3階は展示品の撮影ができないため、雰囲気だけご紹介します。そして4階に到着しました。ここは休憩交流フロアとなっております。そして5階に到着しました。強風の影響か扉が全然開かなくてね、びっくりしました。想像の10倍くらい風が強くてね、帽子が吹っ飛びそうでびっくりしましたが、景色は良かったです。こうやって見るとすごい独特な作りというか地形というか、面白い景色をしていますよね。唐津城の観光は駐車場からね、お城の5階まで行ってまた駐車場まで戻ってくるって考えると、展示を隅々まで見るかどうかでかなり変わりますが、40分からね、1時間くらいかなと思います。5階の風マジでやばかったな。一瞬体が浮くんじゃないかってくらい風が強かった。帰りはエレベーターではなくて階段から行きます。途中にこんな珍しいものを発見しました。階段が続きますが、時間的にはね、5分前後で下に降りれましたね。駐車場からだとエレベーターまで歩いて登るより、別に階段でも大丈夫ですね。足に来るっちゃ来るけど、割とすぐ降りれます。ということで唐津城でした。今日は夜ご飯のお店予約してなくて、テイクアウト系にしようかなと思ってるんですよ。で、唐津のご当地グルメ、呼子のイカとかね、昼は食べましたが、夜は、唐津といえば唐津バーガー、他にも絶対あるとは思うんですけど、唐津バーガーをね食べときたいなということで、時間的にあるか分かんないんですけど、南の方に市場があって、そこの刺身がうまいって口コミを見つけたんですよ。ただ、もう3時半過ぎてるので、4時とかだと、刺身はないかもしれないですけど、一応寄ってみて、あったら買って、でホテルチェックインして冷蔵庫に入れてから近くにある、温泉行って、で夜ご飯にしようかなと思います。で唐津バーガーは、これ左入っていくと虹の松原っていうね、まっすぐ続く松原があるんですけど、
そこの途中にねあるんですよ。キッチンカーっていうんですかね、お店じゃなくて確かねキッチンカーだったと思うんですよね。でテイクアウトで、虹の松原内倒木注意。確かに今日なんかめっちゃ風強いね。走行注意ってここにも書いてあるわ。やばい、これでちょっと枝とか落ちてきたらやばいぜ。強風発令で通行止め、なんか通行止めとなりますってなんか書いてあったよね。今じゃないか。じゃあ風がやばいとあそこゲート閉じるんだね。でこれが虹の松原、なんか何千本だっけ、何千本何百本何千本だっけ、すごい数の松があるんですよ。もうちょっと行ったところに確か右側にキッチンカーがあって、ありました、見えてきた。意外とっていうかやっぱずっと常にさ何台か車入ってんだねやっぱ。では到着しました、唐津バーガー。でこれ駐車場は確かね特に線とか引いてないんだよね。唐津ハンバーガーとコーヒーの店。スペシャルバーガーと、ドリンクのコーヒーを注文しました。スペシャルバーガーとコーヒーで1010円でしたね。でブザーを渡されるのでこれが鳴ったら出来上がるということでゲッチュしました。唐津のハンバーガーからのどうしようかな。ちょっと冷めないうちに食べようかなと思ったんですけど、意外と1個だったら食えそうだから今食べちゃおうかなと思ったんですけど、市場の刺身が売れ残ってるかもしれないのでちょっと一旦市場に移動します。で次の場所が、こっから5キロ15分くらいで市場に行けるそうなので、明日の朝も考えたんですけど、明日も割と早め、多分7時台とかに出発するんで、その時間だとまだ市場やってないんですよね。せっかくなんでね、見るだけ見てみようかなということで、朝一からのドライブ旅で道の駅とか巡りつつグルメ堪能するとかだったらやっぱ高知県めっちゃ良かったな。高知県の西側の方のエリア、土佐清水、土佐清水まで行かなくても、四万十エリアとかあの辺の道の駅のカツオのたたきとかはマジでめっちゃうまいんですよね。あと近くに市場もあってね、あの辺はマジでうまかった。やばいやばい、なんこれ、やばいやばい、この世の終わりみたいになってる。おー、竜巻みたいになってたぞ今。大丈夫かこれは。上からさ枝が落ちてきてるよこれ。これさっき落ちてきたんじゃないこれ。怖っ、やばいね。しかもなんかさ細い枝かなと思ったらさでかい枝がさ落ちてきてたね。で唐津って結構風強いのかな。前回来た時はねそんなになかったんですけど、もうドンキの上りも吹っ飛んじゃってますね。相当風強いんじゃない今日。でこれ直進してまっすぐ行くと鏡山展望台からの景色めちゃくちゃいいんですよ。今日行こうかなと思ったんですけど、今雨止んでるんですけどまた降る可能性あるのと、風が強すぎてちょっと危ないなということで、昔の映像をね挿入するかもしれません。こんな感じですみたいな。鏡山展望台はね1回はね行ってみてほしいですね。運転はしやすいんですけど、ずーっとカーブが連続してなんか16個ぐらいあるんだっけ、カーブが16個ぐらいあって、その後に駐車場があって、でそっから歩いて10分15分ですかね。で展望台って感じです。結構ね、でもあれは晴れの日に行った方がいいですね。そしてあと300メートルで到着だそうです。ラーメンもいいね、うまそう。ひらがなで書いてるラーメン屋はだいたいうまいんでね。唐津うまかもん市場、めっちゃ混んでるね。ってことはこの時間でもまだあるんじゃない刺身。待って、ここにも唐津バーガーあるよ待って、いやここに唐津バーガーあったんかい。最初にこっち来ればよかったやないかいっていうね。逆にこの時間だったからか残ってる刺身が3割引きでお得だったので2パックも買ってしまいました。刺身盛り合わせ2つとあとスイーツでロールケーキ買ったんですけど、この3点で1336円、安い。で刺身盛り合わせタイハマチマグロハラ、若干なんか腹と背で若干違うっていうか、ということで一旦ホテルに向かいます。いや本当に風すごいわ。車が揺れるくらいの強風。なんかこういう道通ってるとなんかすごい通勤してる感があるよね。なんか仕事してる気分になるわ、こういう道通ってると。すごいチェーン店が連なってる。助さんうどん、モスバーガー、弥生県。助さんうどんもね良かったね。森のハンバーグ工房由美さんち、ハンバーグうまそうだね。
こういう感じなんですよね、駅前。駅近のホテルって言っても、車だったら近いってだけで歩くと、ちょっと距離あるかなって感じですかね。ホテルありました。よいしょ、到着ということでチェックインしました。昨日とちょっと似てるね。昨日と同じ感じのレイアウトです。朝食無料なんだ。1階に電子レンジとかあったんで、後でバーガー温めて食べるか。本当は出来たてを食べた方がいいんだろうけど、昨日の部屋ともうほぼ一緒。ということで、ご飯の前に温泉とサウナでリフレッシュしてきます。ちょっと遠いんですよね。ホテルからだと8キロくらい離れてるんで。で Google マップだと木曜日が定休日になってるんですけど、ホームページだと今月の休みは何日ですって書いてあるんですよ。念のためね、電話して確認したところ、今日は木曜日だけど営業中とのことなので、 Google マップの定休日はね、結構当てにならないことも多いので。そして今になって太陽が顔を出しましたね。ちょっと日が差してきました。じゃあやっぱ天気予報が半日以上ずれましたね。あまりの風の強さに。そしてすごい渋滞だね。この右車線だけめちゃめちゃ渋滞してない？なんだろう、これ右車線にいないといけない理由があるのか。これはこの橋の、これは唐津大橋というそうです。この背景の山の雰囲気すごいね。で右手に見えるのが鏡山ですかね。なんか左奥に見えるさ、とんがった山何なんだろう。めっちゃでかい。あれ日が差してきたからちょっと鏡山登るのもありだなって悩んじゃうけど、こういう時は昔の映像を思い返して満足するっていう。でも風やばい、めっちゃ煽られる。やばい、今一瞬車が横にずれた気がしたぞ。ちょっと危ないからやめとこう。でもなんか後ろから太陽の日が照らしてきてるわ。まるで登れよと言わんばかりの。ここ入り口だったんかい。今温泉の入り口あったのに通り過ぎちゃったよ。でも第二駐車場と書いてある。ここから繋がってるはず。よかった。ということで、サウナと温泉でリフレッシュしてきます。リフレッシュからの地下1階に撮影コーナーがありました。なんかアニメの聖地らしいですね。鏡山温泉よかったね。5時までが800円で5時からが700円なんですよ。夕方の方が安くなるんだと思ったら、なんかめっちゃ空いてたんですよね。お客さんはいたんですけど、なんかこの立地の良さで、6時から7時台って考えるとなんか人少なくねみたいな。サウナも絶対一番上座れたし、って考えるとめちゃめちゃいいっすよね。サウナめっちゃ暑いわけじゃないんですけど、広いし、それなりにちゃんと汗もかけて、で温泉も広くて、でぬる湯と熱湯というか、2種類とかあって、広くてよかったっすね。いやー、すっかり日も暮れて真っ暗ですね。やばいっす。夜だとさ、もう全然道の雰囲気が違くてちょっと分かんないね。これ夜のねドライブもいいよね。ただ旅行の時はいつもね、5時半とか6時とかね、早起きしすぎてね、日暮れる頃にはもう眠すぎてね、たまにはねゆっくり寝て夜ドライブするとかね、夜景見に行くとかもやりたいんですけどね。来たローソン、久しぶりのローソン。今回初ローソンじゃねっていうことで、ここで買い出ししやす。ということで夜ご飯タイム。まず唐津バーガー。1階に電子レンジがあったんで温めました。本当はね出来たてを食べた方がいいんですけど、しょうがない。今日はしょうがない。そして刺身3割引きだったので2パックも買いました。刺身2パックあっても、むしろ足りない可能性もあるっすよね、量的に。一旦刺身食いたいな。やっぱ温泉とサウナ入るとマジでめっちゃ腹減るわ。すごい、2パック分をさぎっしり1箇所に詰め合わせました。めちゃくちゃ映えるね。なんならこれ倍の値段にしてさ、1パックこれで売っちゃえばいいのに。この見た目の方が売れそうじゃないのか。出来たてをお店で食べるのが一番なんですけど、今日夜ご飯考えてなかったらどうしようってね、困ったそんな時は市場で刺身買ったりとかね、テイクアウト系のご当地グルメ買ってこうやってホテルとか、車でね食べるっていうのがおすすめです。そうするとお店で、店内飲食では実現不可能な刺身とハンバーガーを一緒に食べるということができるんですね。いただきます。どっちかといえばもちろんお店で食べる派ですけど、こういうのもねたまにやるといいんですよ。うまい。やっぱうまいね、バーガー。ベーコン、卵で肉とチーズ、卵とチーズと肉、ベーコン、レタスかな。
いやーいいね。いやマジで刺身買っといてよかったわ。続いてこれはカンパチかな。夕方に市場で買ったんですけど、まあ全然うまいね。そんな臭みとかも別にない。まあ、若干ドリップは出ちゃってますけど、まあでも言うてうまいね。いや刺身と唐津バーガーめっちゃうまかったわ。意外と刺身とハンバーガー交互に食べても意外と相性良かった。スイーツタイム350円のロールケーキ。まあいつもねスイーツなんか買わないんですけど、このロールケーキが目に入った瞬間直感的に買おうってなったんですよね。なんかたまにそういうことありますよね。いただきます。製造者は福岡県糸島市。原材料は卵、佐賀県の卵と小麦粉牛乳グラニュー糖。後からふわってくる風味がうまい。こんな感じです。今日疲れちゃったななんか。実際雨と風結構やばかったんでね、心身ともに疲弊したね今日は。なんだかんだ楽しかったけど、爆睡できるわマジで。眠い。一人旅って結構自分の感情が動きまくるからなんかいいかもね。なんか瞑想効果あるというか。一人旅全然したことないって人もね、もしやってみてほしいですね。スケジュールを立てて15分単位とかでスケジュール立ててみて、一旦その通りに実行してみるとかね。そうすると意外となんかね、自分が得意なことと苦手なこととかね、割とね自己分析にもつながるんでね、きっと仕事にもつながると思いますよ。ということで毎度おなじみレモン炭酸。今日はこのレモン炭酸を飲んで爆睡します。喉に来る刺激が癖になるわ。ということでおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録、高評価お願いします。